こんにちは、坂田幸太郎です。今日は沖縄の北部の本部町の今借りているコンドミニアムからお送りをしています。さあ、今日お話しするのは沖縄移住についてということをお話ししてみたいと思います。ここに滞在している目的は、今回沖縄に移住するぞということで、物件を探しにという形で不動産屋を何軒か回ってきて、実際に、その内見もいくつもさせてもらってということをして、見えてきたものをお伝えしたいなと思います。もしあなたが沖縄移住したいというふうに考えたときに、参考にしていただけたらと思います。まずね、我々っていうかね、皆さんも沖縄移住するときに考えなくてはいけないことは、もう北部にするか南部にするかっていうことをしっかり決める必要があるってことですね。沖縄って本当に広いので、北部と南部全くこれ違うんですよ。もう文化も違うし、便利さも違うし、自然環境も違うということで、南部にするか北部にするか決める。基本的なことを言うと、南部はもう都会です。何でもあります。那覇を中心として宜野湾だったり茶壇だったり何でもある。イオンもあれば映画館もあればスターバックスもあるというところです。ただ北部に比べると自然環境はそこまで、綺麗じゃないっていうかね、森があんまりなかったりとか、海も北房と綺麗ではないというところがあります。ただ住みやすさ便利さで言ったら圧倒的に南部の方がいい。で、我々は今北部で探してるんです。北部の良さはもう圧倒的な自然環境ですよ。自然環境であり、沖縄といえば癒しですよね。で、癒しの環境がものすごいあるというのがこの北部の特徴になっています。で、今は本部町ですけど、名護市ってところが一番でかくて、名護市であれば生活に困るようなことはまずないです。スーパーもたくさんあるし、イオンもあるし、なんでしょうね、スーツの店とかレンタルショップとかそういうのもたくさんあるというところなので、生活には不便はありません。で、この本部町まで来るとちょっと不便なところもあるんですが、その代わり圧倒的な自然、海が綺麗、後ろ見えてますかね、瀬底島っていうのがあるんですけど、瀬底島の海は本当沖縄1位じゃないかっていうぐらい、本島で言えばね、綺麗だったりするし、郡島っていうね、それもまた1、2を争うぐらいの綺麗さのところがあったりするし、とにかく自然環境がいいということで、我々は北部にしようというふうに決めました。ただ那覇まで、車で1時間半以上最低でもねかかるということで、それをどう見るかですよね。特に空港をよく使う方とかであれば、また検討しなきゃいけないことはあるかなというふうに思います。で、これが一つですね。あと沖縄はですね、暴走族がいます。暴走族がいるので音に気をつけなきゃいけないです。だから道選びも大事だったりとかして、あとはもう騒音といったらこれもう飛行機なんですよ。特に南部の糸満とかあたりは那覇空港が近いので、あるいは自衛隊の飛行機もあったりするので、そのジェット機の騒音が結構うるさい場所もある。で、あるいは普天間の近くですね、基地の近くであればまたそこもジェット機の音が聞こえたりするということで、この騒音というのを少しやっぱり短期滞在にしても住んでみて、で実感されるのがいいかなと思います。ですから旅行でちょっと来ていいなって言って決めるんではなくて、数日住んでみる、その地域にですね、ということをお勧めいたします。で、あとの物件としてはですね、注意点があって、我々も分かんなかったんですが、ほとんどがマンションで言ったらですよ、マンションとか賃貸のところで言ったら、ほとんどが4階建てより下なんですよ。4階建て未満、4階建て以下というのがほとんどなんですよ。なぜ4階建て以下かというと、4階まではエレベーターをつけるという法律的義務がなくて、そうすると沖縄ではですね、エレベーターをつけないところの方が多いです。割と築浅の物件であってもエレベーターをつけない、その代わり家賃は抑えますよというようなところが多いので、これ気をつけなきゃいけないですね。我々も物件あるんだ、いい物件あるな、なんか4階か、そこは行ってみようって言って何軒か見たんです。そしたら
エレベーターありませんっていうのがほとんどなんですね。4階建ての物件に関しては。なので、今回も眺望すごいいいなと、海が見えていいなっていうところなんですが、4階で、ちょっとエレベーターがないわということで断念した物件もあります。ですから、もしね、エレベーターがいいという場合は、ちゃんと聞かれるといいと思います。エレベーター物件の、エレベーター付きの物件を希望ですというのを聞くといいと思います。そして、最後ですね。これもちょっと沖縄特有の部分があったりするんですが、特に多分北部はそうだと思うんですね。この物件の囲い込みがすごいんですよ。ですから、自社以外は紹介しないっていうところが結構多いです。その方がね、手数料が多かったりとか、管理費がいただけたりとかするので、もう仲介はやらずに、もう自分の物件、自社が管理している物件のみ、お勧めするというところが多いので、言うならば本当にいくつも不動産会社を回る必要があると。で、インターネットに公開していない物件もあったりするので、そこはやっぱり行ってみて予約を取って、いくつかこういう条件知らせて見せてもらってというところで、考えられたらいいかなと思います。で、この北部で言うならばですね、我々今回、10万円前後の家賃のところで探してたんですが、10万円前後って一番少ないんですよね。10万円前後である程度広くて、ある程度築浅でというところを探してたんですが、一番少なくて、4万円前後とか5万円前後、6万円前後っていうのはいっぱいあるんです。いっぱいあるけれども、我々広さだったりとか設備だったりとかはそこのレベルだとちょっと住むことは我々は難しいです。さらに上行くとですね、次の段階っていうのはコンドミニアムというね、家具付きのやつだったりして20万30万するのが平気であるんですよ。それは場合によってはプール付きだったりもするんですけども、そういったところもあるということで、10万円前後が少ないということだけ、考えていただきたいなと。今回も本部町を一番第一候補として探したんですが、なかなか本当になくてですね、名護にするかもしれないし、本部町でね、一件ちょっと候補もあったので、そこにするかもしれないというところなんですが、参考になったらなというふうに思います。以上、あなたが沖縄移住を考えるときに気をつけるべきことということで、ポイントをお伝えさせていただきました。またお会いしましょう。さよなら。